皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。上の方のクルーというプランに入っていただくと週に1本追加でエピソードが聞けます。よかったらぜひ入ってみてください。さて、今日のテーマは日本での部屋とか家の借り方です。もうすぐうちの息子が大学生になります。で、行く大学が決まったら部屋を探さなきゃなって考えていたので、せっかくなのでそのことをこうやってお話しすることにしました。で、流れとしては最初に一般的な部屋の借り方ですね、についてお話しします。で、その時に、こういう家を借りる時、家とか部屋を借りる時じゃないと使わないような言葉があります。そういう言葉を説明します。で、そうすると皆さんが日本で部屋を借りるってなった時に、話がわかりやすくなると思います。で、そういう一般的な流れを説明した後で、私が家を借りるときどうだったかという話をします。私は今、住んでる家も、ここの家も借りてます。で、ちょっとその一般的な流れとちょっと違ったんで、田舎ってこういうことがあるんだってすごく面白かったんです。なんで、そういう話もしますので、ぜひ最後まで聞いてください。ではまず最初に、部屋を借りる時のその一般的な流れですね、お話しします。今は最初は、ネットで見ることが多いと思います。ネットに、例えば住みたい場所と賃貸って入れます。賃貸っていうのは、部屋とか家を貸したり借りたりするのが賃貸です。で、そうやって入れたい場所、住みたい場所と賃貸ってやると、不動産の物件がたくさん載ったサイトが出てきます。不動産っていうのは、動かない、財産とか資産って書きます。家とか土地のことです。で、物件っていうのは、そういう家とか土地、そういうのが物件と呼ばれます。なんで、不動産の物件が出てきます。で、そういうところを見て、いいところはないかなとか、その地域の大体の値段っていうのを見ていくことになります。で、そこを住みたいかどうか決めるときにやっぱりお金が大事ですよね。で、一番最初に見るのが賃料です。せっかくなんで今一緒に画面に出しながらやりましょう。で、ただ耳だけで聞いてる人もわかるように、説明は見なくてもわかるようにします。ただ、もし目で見ていられる人は画面にそういう不動産の賃貸サイト出しますね。じゃあ、ちょっとね、鎌倉はいかがでしょうか。鎌倉、有名な観光地です。鎌倉の大仏とかありますね。鎌倉、賃貸。はい。で、そうすると、いろいろ出てくるんですけど、いろいろ有名なサイトはあるんですけど、今日は、ルーマップっていうサイトを使います。ルーマップを、使ってもいいっていう許可をいただいたので、じゃあ今日はルーマップというサイトを使います。ルーマップは湘南の物件を中心に扱っているサイトです。皆さん、湘南ってどこだかご存知でしょうか？湘南は神奈川県にあるんですけど、海のそばで、江ノ島とかがあってとても有名な場所です。アニメのスラムダンクが好きな人はいらっしゃいますか？そのスラムダンクの舞台となっているところです。じゃあ、ちょっと湘南地区の中でちょっと私、鎌倉で物件探しをする画面を出しますね。はい。物件を探すときに皆さんは何から見ますかね。場所もとても大事ですけど、あと大事なのが家賃ですね。借りるのにかかるお金。で、
家賃は、こういう不動産のサイトとかだと、家賃ではなくて、賃料って書かれることが多いです。賃料が家賃のことです。はい。では今、画面に一つ物件を出しました。で、耳で聞いてる人のためにも、説明するんで、耳だけで聞いていても大丈夫なように説明していきます。まず最初に見るのが、賃料ですね、普通は。で、賃料は毎月かかってくるお金です。で、それ以外に毎月かかってくるお金として、管理費と教育費ってものがあります。で、これはですね、特にマンションとかアパート、マンションにかかってきます。アパートはないことも多いですね。で、これが何かっていうと、みんなで、マンションとかってみんなで使う部分があるじゃないですか。エレベーターとか、あとゴミ置き場とか。で、そういう部分の掃除とかメンテナンスとか、そういうのにかかるお金が管理費です。で、管理費と教育費の違いなんですけど、これはですね、調べたんですけど、あんまりはっきりしませんでした。物件ごとに管理費って言ったり、教育費って言ったりすることもあるそうで、だから違いははっきりしないけど、管理費と教育費っていうのは、そういうみんなで使うような部分にかかってくる毎月のお金です。じゃあ次にあと大事なのが敷金と礼金です。これもよくセットで言われるんですけど、敷金っていうのは、基本的には返ってくるお金です。で、礼金っていうのは返ってこないお金です。礼金の礼の字は、お礼の礼なんですね。なんで、大家さんに貸してくれてありがとうっていうお礼のお金なんです。だから、これは返ってきません。で、敷金の方は何のためのお金かっていうと、自分が部屋に入ってて、何か壊したりしたとするじゃないですか。壁に穴を開けてしまったとか。そういうのは、入ってる人の、やってしまった人の負担になります。で、部屋を出るときに、そういうのをチェックしに来るんですね。どこか、そういう壊したものとか汚したものはないかって。で、そういうときに、そういう、穴があったりしたら、その敷金から直すことになります。なので、実際にかかった費用はその敷金から引かれるんですけど、余った分があれば戻ってくることになります。今見てる建物、ここの画面に出してるのはアパートなんですけど、アパートとマンションの違いを言いますね。マンションっていうのは、だいたい3階建てで、3階建て以上で作りがしっかりしているものが多いです。で、アパートは、マンションは普通はコンクリートでできています。鉄筋コンクリートでできています。で、アパートはだいたい2階建てぐらいで、木造のこともありますし、作りが軽そうです。で、あと見た目的にも、マンションと比べてアパートの方が、こういう言い方もなんですけど、安そうに見えます。なんで実際、だいたいアパートの方が賃料も安いことが多いです。ただそれは築年数とかいろいろに関わってきますけど。築年数っていうのは、建ててからどれくらい経っているかっていうものです。建ってから何年経ってるかですね。で、例えば築年数7年って言ったら7年前に建ったものってことですね。で、あともし新築って書いてあったら、それは新しく、建てたものです。建ったばっかりのものが新築です。で、木造ってさっき言ったんですけど、木造っていうのは、木でできているものですね。で、日本の一軒家はだいたい木造が多いです。で、あと、物件としては、一軒家の物件とかもあります。それは、戸建てって書いてあります。あと、その契約の時に、だいたい今は、
保証会社に入ってくださいって言われます。ちょっと前までは保証人立ててくださいって言われたんですね。それは何かっていうと、例えば私が払えなくなった時に、その人が代わりに払うっていうことです。で、大体親とかですね。でも今は、保証会社に入ってくださいっていうことが言われることが多いです。なので、その場合はもう入らないといけないです。で、保証会社のお金が、例えば、今出してる物件だと、契約時にまず 2.2 万円払って、それから月々、その賃料総額の 2.2% または 5.5% って書いてあります。だから7万円の、例えば 2.2% とかになるってことですね。ちょっといくらなのかは実際問い合わせればわかると思います。なんでそういうお金がかかってきます。で、あと、その他初期費用として大体いろいろかかってくるのが、このクリーニング費用とかがあったりします。なんで新しく入る人がクリーニング費用出すのかなとかちょっと思うんですけど、最近クリーニング費用がその初期費用として最初に払ってくださいっていうものに含まれる物件もあります。で、あと多いのが鍵の交換費用。今まで住んでた鍵と変えるんで、そのお金を負担してくださいってことですね。それも新しく入る人が最初に払うっていう物件が多いです。で、あと、大体の家は2年契約です。で、2年経つと、つまり2年間はこの同じ金額でいきます。で、2年経つと更新っていうのがあります。で、更新でまた引き続き住むっていうと、更新料っていうのがかかります。ちょっと今出してる物件は更新料がかからない物件で素晴らしいですね。なんですけど、大体かかるので、ちょっとある場所を見てみましょう。更新料のかかる物件。あれこれもかからない。ちょっと待ってくださいね。この高そうな24万5千円の見てみましょう。はい。今新しく出した物件では、更新料が、ですね、新賃料の1ヶ月かかるって書いてあります。新賃料っていうのは、その2年後に家賃見直す可能性がありますって言ってますね。いう意味ですね。ちょっと前までは、これ普通は賃料1ヶ月って書いてあったんですね。日本はずっとデフレで家賃上がらなかったんですよ。でも、最近本当にインフレで家賃も上がってるって聞きました。なので、2年後にそのインフレの状態に合わせて家賃が上がる可能性がここに示されてますね。なんでその場合、とにかく2年後にもう一回更新するときは、その賃料以外に、毎月払うもの以外に1ヶ月分払わないといけません。あとですね、例えば、損害保険っていうのも大体入らないといけないものです。大体年間2万円ぐらいの感じがあるんですけど、火災の時とか、火事の時とかの保証になるもので、絶対入ってくださいって言われます。っていうか入らないと貸してくれないですね。あとお金はですね、その最初にかかるお金は、今言った、賃料ですね。最初の月の賃料。これをね、最初2ヶ月分払ってくださいって言われることもあります。で、それと、管理費、教育費、そして敷金、礼金。で、あと、さっき言った最初に必要な鍵の交換費用とか、ものによっては、クリーニング代とかになってきます。で、あとですね、ちょっと今出してる、サイトには、その他初期費用のところにこれ、マイコンシェルジュクラブちょっと読み方違ったらごめんなさい。で、なんか最近こういうなんとかクラブとかに入ってくださいって言われることが多いんですね。で、クラブってこれ部活とかそういう何々部とかではなくて、
そういう、なんでしょうね、管理会社がやっているものなんです。で、今までだったら、例えば、鍵なくしちゃった。そしたら、鍵屋さんに電話してたんですね。で、今は、こういうなんとかクラブに入ってくださいっていうところは、その、なんとかクラブ、その物件ごとにいろいろ違います。その、なんとかクラブってところに電話して、もちろんお金はかかりますけど、そうすると来てくれるとか、なんかそういういろんな困った時の対応をしてくれるのが、このなんとかクラブなんですね。大体は、これもう月額で、月々いくら、2、3000円とかで入ってくださいって言われます。だからそうすると、そう、うちも娘が3年前に部屋を借りた時、家賃は割と安かったんですよ。まあちょっと地方だったからですけど。で、はい、安くていいわと思ってたら、そこになんとかクラブに入ってくださいって言って、多分3000円ぐらい高くなったんですよ。で、なんかちょっと、何それと思いまして、なんか、だったらね、絶対かかってくるものだったら、もう家賃っていうか、まあ、賃料としてね、賃料として示せばいいのにぐらいにちょっと思いました。なんでそういうのもかかってきたりします。そう、だから最初にかかってくるお金がそうやって結構ありますね。本当に場所によりますけど、その最初に用意するお金としては、賃料の、まあ、3、4倍、場合によっては6倍とか、もし敷金礼金が22とかいう時もあったりするんですね。2ヶ月2ヶ月。だからそういう場合は本当きついですよね。もう6ヶ月分ぐらい準備しないといけないみたいな感じになってきます。で、あと、その物件を探すときに私が重視するのは日当たりです。日当たりっていうのは、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、ちょっとここでね、こだわりを選べるんですね、ここは。じゃあ、どういうところに、こだわるのか、可能性があるものを見ていきましょう。まず例えば、角部屋がいいっていう人がいます。角部屋が何かっていうと、普通マンションとかアパートって両隣に人がいるじゃないですか。角部屋は端っこの部屋です。だから、まあ、隣の人がいても、片方だけ。だから、なんとなく安心なんですね。やっぱり、角部屋がいいっていう人は、二つ可能性があると思います。一つは、両側からうるさくされる可能性がちょっと減るのと、あと自分がうるさいって言われる可能性がちょっと減るっていうところですね。日本だとよくうるさいと隣の壁叩いたりします。しますっていうかするのかな。そういう話よく聞きます。私は叩いたことないです。ないですね。叩かれたことはあります。うん。だから割と、そう、うるさいと隣からこう、ドンドンってやられたりするので、そういうのがストレスだって思う人は、角部屋を選んだりします。あと、角部屋が空いてて、まあ、家賃の差が2000円とかだったら、じゃあせっかくなら角部屋にしようかなとかちょっと思ったりもします。で、あと、新築がいいっていう人がいますね。こだわりとして。で、あと、2階以上がいいっていう人もいます。1階だと誰でも入ってこれる怖さがちょっとありますね。かといって2階でも、うち2階のマンションの2階に住んでた時泥棒に入られたことがあるので、2階でもね、十分入ってくるんですけど、まだ少しね、いいですよね、1階より。で、あと、南向きがいいっていう条件。これ日当たりって言ったりもしますが、これはどれだけ明るい太陽の光が部屋に入ってくるかですね。で、私これは、日当たりは本当に大事だと思ってます。日当たりが悪い部屋って健康に悪いんですよ。まず、カビが生えると、実際体に悪いですよね。で、あと、精神に悪い。メンタルヘルスに悪い。だから、やっぱり、朝になったら光がパーって入ってくる部屋っていうのは人気ですね。南向きの部屋は人気です。で、あと、駐車場とか駐輪場があるっていう人は、そういうのを選びます。で、
あとですね、よくオートロックって書いてあるものがあります。オートロックはその建物に入るのに鍵を開けるとか番号を入れないと入れないものです。で、そうすると全然関係ない人が入ってきたりしにくくなります。なんでちょっと防犯上安心ですね。あと最近は宅配ボックスが欲しいって思う人も多いです。というのも、この宅配ボックスは、最近は置き配が多いです。っていうか置き配が便利です。置き配っていうのは置いてってくれるものです。普通だったらピンポーンってして手渡しで渡すんです。前はね、ちょっと前まではそうだ。ちょっと前っていうか何年か前まではそうでした。でも今は置き配って言って、もうピンポンも押さないで玄関の前に置いていくっていうのが主流になっているような気がします。特に Amazon とかそういうので頼むと。なので、宅配ボックスがあると、盗まれにくいっていう安心感がありますね。あと、24時間ゴミ出しができる物件がいいって思う人もいます。前、私がゴミ出しのルールについての動画を作りました。で、そこで言ったんですけど、日本のゴミ出しって結構曜日とか時間が厳しいんです。ちゃんと決まってるんです。例えば生ゴミ、腐るゴミは、ここの場合、火曜と金曜の朝9時までに出すとか、細かいんですよね。で、そうすると、会社に勤めてて、朝早く出てって、夜遅く帰ってくる人は、ゴミが出せないっていう状況にもなります。で、そういう時に24時間ゴミが出せる場所があったらいいなって思う人は、そういう物件を選びます。で、特に大きいマンションは大体あります。大体ありますっていうのは言い過ぎかな。あることが多いと思います。で、あと、フローリングがいいっていう人もいます。フローリングは床ってことですね。床が畳じゃなくて床っていうことです。日本の物件の場合、和室って書いてある、和って書いてある部屋は畳の部屋なんですね。で、そうすると、椅子が置きにくいとかいうのがあって、フローリングの方がいいっていう人も多いです。で、あと、浴室乾燥機付きとかよく物件に書いてあります。浴室乾燥機はお風呂場がその浴室乾燥のボタンピッて押すと乾燥機として乾燥機になります。日本って結構洗濯機はみんな持ってるんですけど、乾燥機がない人も多いんです。で、あと乾燥機で乾燥すると服がくしゃくしゃになって嫌だって思う人も多いです。で、そういう人にとっては、この浴室乾燥機がついてたら、お風呂に入って夜かけておけば朝乾いてるみたいな感じで便利だなって思うと思います。で、あと、バストイレは別がいいっていう人もいます。普通の日本の戸建て、独立した家ですね。普通はお風呂場とトイレが別です。なんですけど、一人用の部屋、特にワンルームとかは、大体バストイレ一緒のユニットバスになってます。で、一人暮らしだとそれはいいですけど、もし家族で住むんだったら、バストイレ別がいいなって思う人もいると思います。で、あとは、そんなもんかな。あと、項目に、例えばオール電化っていう項目があったとすると、オール電化っていうのは全部電気ですってことです。ガス使いません。なんで、お料理も IH とかで、ガスじゃないですね。で、あと、ここに入居者が外国人かどうかが選べるっていう項目があります。実は結構外国の人は日本で物件探すのが難しいってよく聞きます。で、それはですね、大家さんが、トラブルが起こるんじゃないかって心配してるんですね。
そのゴミ捨ての動画でも言ったんですけど、ゴミのルールを知らないから守らないとか、あと夜、大きい音で音楽を聴くとか、そういうことが多かったりするんだと思うんです。その、日本と常識が違う人が住んでいると、その物件でこう文句が出たりすることがあるんですね。だからそれをもう事前に防ぐために最初から、外国人は、ダメっていう大家さんもいます。でもこれは探せば、外国人 OK の大家さんもいます。で、あと、大変なのは会社員じゃない人ですね。会社員じゃない人は、日本人でもね、会社員じゃないと結構部屋探し大変です。うん。会社に勤めてるっていうことが日本では結構大事なんですね。だから特にみんなが知ってる大きな会社に勤めてたら、もう多分借りるのは全然簡単なんですけど、アルバイトで食べているとかだと、やっぱり借りるのは厳しくなってくると思います。あと、ペット。ペット可の物件っていうのは少ないです。ペットがいると、やっぱり部屋を傷つけられて物件の価値が下がるので、大家さんが嫌がるんですね。なので、ペットを連れて引っ越しするっていうのは結構大変なんです。だから、よくそのペットのために家を買うみたいな話も聞きます。ペット飼ってるからもう賃貸はなかなかないから買ったみたいな話ですね。あと、楽器は普通はダメですね。ピアノとか、トランペットとか絶対部屋の中で吹いちゃダメなので、そういう楽器がやりたい人は、楽器が大丈夫な物件を選びます。それは、防音がしっかりしてある物件ですね。そう、よく音楽大学とかのそばはそういう物件があります。あと、ルームシェアかどうか、ルームシェアしていいかどうかって物件によって違うんですけど、これも大家さんがルームシェアを嫌がることがちょっと多いんじゃないかなと思います。これはですね、例えば一人が出てった時に、残りの一人が二人分の家賃を払えないんじゃないかって心配するからだと思います。なんで、もう20年、何年前だ、結構前の話になりますけど、私たちが東京で、私と夫が結婚前に東京で部屋を借りようとした時は、結婚予定ですかって聞かれました。今もね、多分聞かれると思うんですよね。つまり、結婚したらなかなか別れられないから、結婚予定だったら貸すけど、そうじゃなかったら貸さないってことだったんだと思います。なんで、私たち、結婚前提ですって言って借りました。今のこういうあたりが、物件として、みんなが、気にしたり、気にしなかったりするポイントですね。で、私は絶対、南向きか日当たりがいいっていうのが、どうしてもそこを重視したいなっていう感じですね。はい。あと、そうだ、大事な言葉忘れてました。間取りっていう言葉があります。間取りっていうのは、なんでしょうね。この部屋に、その建物のどこに何がある。それがどういう広さっていうものです。で、あとその部屋が洋室なのか和室なのかとか、そういうのが書いてあるのが、ごめんなさい。それは間取り図ですね。で、間取りっていうのは、じゃあ、それを一言で表し、これが、ごめんなさい。間取り図であり、間取りです。それが図になってるのもありますし、あと間取りって言った時に、例えば、ワンルームとかいうのも間取りになります。で、よく 1R って書いてあるのが、ワンルームです。で、ワンルームっていうのはもう部屋が一つで、そこにキッチン、トイレ、バスがついてるものです。で、あと、他は一緒ですよね。多分どこの国も。2LDK って例えば言ったら、部屋が2つで、あとリビングがあって、そしてダイニングキッチンがある。で、3K って言ったら、部屋が3つで、
キッチンが別にある。で、3DK って言ったら部屋が3つで、キッチンがついたダイニングキッチンがあるっていうことですね。ダイニングキッチンはそこで食べれる広さのあるキッチンですね。で、この 3K って言った時の K は本当に料理しかできない広さだと思います。食べれない広さですね。で、あと、よくこの徒歩何分っていう言い方があります。で、最寄り駅っていう言い方をするんですけど、一番近い駅っていう意味です。なんで、最寄り駅まで徒歩2分って言ったら、一番近い駅まで徒歩2分ですよね。2分っていう意味です。だから、ここはやっぱり近い方がいいって思う人は多いですよね。で、そういう建物の立ってる場所を立地って言います。で、立ってる土地って書くんですけど、立地がいいっていうのは、だいたい交通の便がいいのが立地がいいですね。あと、近くにスーパーがあったり、コンビニがあったりするところ、そういうのも立地がいいって言いますが、まあ一番は交通の便がいいのが立地がいいっていう感じですね。で、立地のいい物件はもちろん高い。立地が悪い物件は、まあね、値段がそれに合わせて低くなっていくっていうところです。はい。では次に、私が家を借りた時の話をします。最初は今住んでる家なんですけど、家についてなんですけど、私、ここに引っ越してきた時、この地域に引っ越してきた時、最初はマンションに住んでました。3階建てのマンションの2階に住んでたんですけど、ある時、雨漏りというか、その天井から水がザバーって落ちてきたんですね。まあ、ザバーって落ちる前に天井の壁紙の下にこう水が溜まって、って言って、ザーってきたんです。で、最初は、もちろんね、3階の人かなと思って、すいません、水漏れしてませんかって聞いたら、全く水漏れしてなかったんです。で、管理会社に連絡したら、まあいろいろ調べてくれた結果、よくわからないってことだったんですね。コンクリートの建物って、どこかにひびが入ってたとしたら、そこからこう、まあ水が入ってくることもあるらしいんです。で、建物の中のそういう隙間とかを通って水が来て、たまたまうちの部屋の上で溜まったのが出てきたっていうことらしいんです。まあ、その時たまたまあまり使ってない部屋で、そんなに大事なものもなかったから、濡れて困ったりはしなかったんです。でも、それってまた起きるってことですよねって言ったら、まあ起きないとは言えないみたいな感じで、もうこんなところには住みたくないと思って、私は次は家に住みたいと思ったんです。戸建てに。というのも、その時まだ子供たちが割と小さくて、そのマンションだと足音とか声とかが、他の人にうるさくないかなって心配だったんですね。で、あと、一軒家なら、まあ庭付きだったら、庭で何か育てられるなと思って、家借りたいと思って探し始めました。で、不動産屋行ったんですけど、その時ネットとかじゃなくてもう不動産屋に行ったんですよね。そしたら、びっくりしたのが、普通の一軒家がなかったんです。賃貸用の一軒家っていうのはありました。それは今私が借りてるこことかはそうなんです。で、そういうのって小さいんですね、割と。1階建てで、部屋も3つ、狭い部屋が3つあるみたいな感じで、小さいんです。だから、もっと家族5人で住めて、住める、なんか普通の家ないかなって思ったんですね。その辺を歩くと、空き家が多いんですよ、やっぱ当時から。あれも空き家、これも空き家みたいに空き家があったから、もうちょっとそういう空き家が賃貸に出てるかなと思ったら、出てなかったんですね。そう。で、不動産屋さんが、やっぱりみんな空き家を貸したがらないって言ったんですよ。だから理由を聞いたら、まず第一に、貸す状態にするのが大変なんだそうです。家の中の荷物を全部処分しないといけないじゃないですか。だけど、空き家になるっていうのは、そこに住んでた方が亡くなったか、施設に入った時ですよね。で、例えば、
親が亡くなった時に、じゃあ子供がすぐ親の荷物を全部処分できるかって言ったら、気持ちの問題としてもなかなかできなかったりしますよね。それに、やっぱり多分量もすごく多くって、実際大変なんだと思います。だからついそのまま放置してしまう。それが一つの理由で、もう一つは、外文が悪いからって言ってました。外文が悪いっていうのは、恥ずかしいって意味なんですよね。で、これは私ちょっと意味がわかんなかったんです。なんで家を貸すことが外文が悪くなるのか。もしかしたら、例えば、今、うちが家を借りましたけど、そこに誰だか知らない人たちが引っ越してきて、ここの住んでる人たちの、まとまりを乱すとか、そういうことを心配してるということなのかなとか、なんかね、ちょっとよくわからなかったです。それとも、もしかして、貸さないといけないほどお金に困ってるって思われるとかわかんないですね。ちょっとそこは本当にわからないんですけど、そういういろんな理由があって、あんまり、だから、空き家になってても貸さない人が多いっていうふうに聞きました。でも私は諦められなくてですね、でも絶対あるんじゃないって思って、どっかなんか不動産屋ないかなって思ってたんです。で、その時に、よく行くコンビニの前に、なんか古い不動産屋みたいのがあった気がするって思って、そこに行ってみました。で、そしたら本当にそこ古くって、もうそこのお店というか不動産屋さんの前に、車が2台止まってて、ナンバープレートが外されてる車で、もう絶対乗れないボロボロの車が2台あって、で、その不動産屋さんのその看板というか、それも、もうなんかボロボロな感じで、これはもうやってないなっていう見た目だったんですね。でもそこにおじいさんが一人タバコを吸ってたんです。なんで私そのおじいさんに、すいません。この不動産屋さんはもうやってないんでしょうかって聞いたら、そのおじいさんはそこの不動産屋さんの人でした。で、もうここはね、やってない。だけど、私が家を借りたくて不動産屋さんを探してるっていう話をしたら、同級生で不動産屋をやってる人がいるから紹介してあげるって言って、そっちに紹介してくれたんですね。そしたら、紹介してくれた先の不動産屋さんは、いつもは会社相手の物件しか持ってなくて、だから広い土地とか貸し事務所とかですね。そういうのをやってるんですけど、一軒だけ普通の家の物件があるっていうことだったんですね。で、なんでかっつったら、それはその不動産屋さんの別の同級生ですね。別の同級生に頼まれて、それだけ賃貸物件として持ってるっていう話でした。で、それがうちの大家さんになるんですけど、その同級生っていうのが、うちの大家さんの場合は、ご夫婦で東京に引っ越すことになったんで、この家が空いてるっていうことでした。で、ただすごく家を大事にしていて、1ヶ月か2ヶ月に1回は来て掃除して、窓を開けてるっていう話でした。木造住宅って、もう湿気とか虫とかの問題があるんで、2年放置したら、もう住めなくなるんだそうです。で、本当に1ヶ月に1回とかせめて風を通さないと、どんどん家って悪くなるみたいです。日本は木造なので。で、その人はすごく大事にしてたんですけど、本当に素敵な家だったんです。山梨県産の木で作られてたんですね。全部。普通それは滅多にないことなんです。もう日本の家は普通は外国産の木で作るんですね。国産の木が高すぎるから。でもその大家さんのこだわりで山梨県産の木が使われてて、大工さんが作ったものでした。今だったら、大手、建築会社とかに頼むと思うんですけど、それは本当に大工さんが作ったらしいんです。だから本当にね、細部とかがすごく素敵なんですよ。で、私も夫も
もうその家見て一目で気に入って借りたいと思ったんです。で、不動産屋さんが私たちをその家に連れてきてくれて、家の前で話してたんですけど、いくらなんですかって聞いたら、みたいな感じではっきり言ってくれなくて、いくらなら出しますかみたいなことを聞いてきたんですよ。で、と思ったんですけど、夫が、もう絶対借りたいと思ったんで、ちょっと高めの数字を言ったんですよね。そしたらもう即決。即決っていうのはもう、すぐ決まるってことです。即決で、じゃあ貸しますっていうことで借りることができました。だからその普通値段をこっちが決めるってないんですよ。だから後からあれもうちょっと安くていけたかなとかね、ケチなことを考えたんですけど、でもね、そういうこともあるんだって思いました。大変面白い経験でした。で、そう。あと、こっちの家を借りた時はですね、住んでる家を借りた5年後ぐらいに私、英語教室を開こうと思ったんです。で、英語教室を開くのに、なんか場所を借りたいなと思って、その時に、いつも通るところに、家のそばのいつも通るところに、空いてる家があるから、そこを借りたいなと思ったんですね。もう徒歩2分ぐらいで近くていいなって思ってたんですよ。でも、誰が大家さんかわからなかったんですね。で、どこに連絡していいかもわかんなかったんです。で、それを、何かの時に近所の人に言ったんですね。そしたら、その近所の人は、この地域にもう40年ぐらい住んでいて、どうやったのかわからないんですけど、大家さんの連絡先をゲットしてきてくれたんです。で、電話番号を。本当にありがたいですよね。で、私、その大家さんにすぐ電話して、あそこ借りたいんですけどって言いました。で、そしたら、そこの私が借りたいって言ったところは、もう20年ぐらい誰も住んでなかったみたいで、水回りがダメになってるって言われました。水回りっていうのは水に関係するところです。台所の水道とか、トイレとかお風呂とかですね。で、そういうのを直すのに、すごいお金がかかっちゃう。だから、そこはちょっと難しいんだけど、うちにもっと近いところに空いてる家があるんですけど、そっちはどうですかって言ってくれたんですね。で、私本当にこんな近くにここが空いてたって知らなかったんですけど、空いてたんですよ。で、ここを借りることになって、ここもすごい古いので、中は全部やり直しました。床も全部剥がして、壁紙も新しくして、綺麗にしてくれたんですね。で、やっぱ結構お金かかったんで、そのうちの、何割かを私がその礼金という形で負担しました。そう、でもね、結構それにしてもお金かけてくれて、で、さらに床の色とかも私の好きでいいよって選ばせてくれて、あと壁紙の色も選ばせてくれました。で、今ね、白しか見えないと思うんですけど、実はこっち側がちょっとくすんだ感じの青なんです。くすんだっていうのは灰色が入ったような色ですね。そういう2色にしたくって、そういう風にしました。隣の部屋も同じそういう風な2色になってます。だからいろいろ選べて、すごく嬉しかったです。だから田舎だとこういう不動産屋さんを通さないで直接やるっていう方法もあるんだなっていうのが実感できて、これも面白い経験になりました。はい、ということで今日の話はここまでなんですけど、皆さんの国や地域ではどんな感じで家とか部屋を借りるんでしょうか。もし日本と違うことがあったら教えてもらえると嬉しいです。では最後にメンバーシップに入ってくださっている方にお礼を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、レイドさん、キム・ヨンマンさん、ジョ・モギョンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌアさん、チチさん、シン・ガンキルさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピー・アビーさん、ウンメシュ・ガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッ
キヨクさん、チャンドルさん、クリスティーナさん、オーウェンハオさん、ジュンファ・リーさん、BB ガンメイクピースさん、ヨンオク・キムさん、チャールトン・ローさん、グエントワン・アインさん、ジョ・ミンジェさん、チャン・ジテさん、ビッグガスさん、カンチョさん、リリアさん、リン・シェンシュンさん、ペク・ウンチョルさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、リョウ・スイエさん、フー・カイジュンさん、ジョールド・オーデさん、ハヌル・バラギさん、キャサリン・岡本さん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。次のメンバーシップの動画では3年前に娘の部屋探しでバタバタ大変だった話をしようと思います。なのでもしよかったらメンバーシップに入ることもご検討ください。あともしこの動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアもお願いします。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん良い1週間をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。